皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回もこのチャンネル大人気の高級寿司店シリーズとなります。これまで高級寿司の中でもコスパ重視で価格帯が低めというお店から雰囲気も良くてお寿司デート向けというお店まで幅広く紹介してきてどれも好評でした。中でも以前紹介したこちらの寿司 M さんがワインペアリングができて表参道にあるということでデート飯として紹介したところデートで連れてってほしいみたいなコメントもありました。残念ながら実際に連れて行くことはできないので代わりに今回も寿司デートにおすすめのお店を紹介します。ということで、恵比寿のど真ん中という立地にありながら、リーズナブルに高級寿司を食べられると評判のいい寿司藤正さんに行ってきました。オープンしてまだ2年ですが、予約困難点になるのも時間の問題と聞いていまして、ずっと行きたかったのですが、ちょうどお誘いがあったので今のうちに行ってくることにしました。こちらのお店がすごいなと思った特徴は2つあります。1つ目が惜しみない高級食材。トロは何回も出てきて食べ比べできちゃいますし、ウニもカニも新イカという高値で取引されるスミイカの赤ちゃんなんかも出てきちゃいます。2つ目が唯一無二の創意工夫。大将さんが日本料理出身ということもあってか、特につまみは他ではなかなか食べられないような一手間が加えてあって面白いです。例えばイカの塩辛は軽く火入れしていたり、茶碗蒸しはシャリを加えて雑炊風になっていたりします。そうは言っても具体的にどんな料理が出てきてどれぐらい美味しかったのか食レポをしないとなかなか良さが伝わらないと思うので、その日出てきた全メニューの紹介とともに説明します。まずはトロの手巻き。最初からいきなり手渡しでトロの手巻きが出てきます。つまみから出すお店もありますが、こちらのお店は握りとつまみを織り交ぜながら出してくるスタイルです。大将曰くまずはシャリを味わってほしいとのことで、一発目はこれと決めているそうです。こちらのお店は赤酢のシャリで酸味がちょうど良い塩梅になっているので、ツーンときて邪魔されるほどパンチが強いシャリではないです。また粒が大きめのコシヒカリを使用しており、シャリの仕上がりはふわっと柔らかめでエアリーです。トロは塩釜という宮城県にある本マグロの名産のものです。ただでさえ脂が乗っていて口どけがいいのに、とてもきめ細やかに刻まれているためか、さらに柔らかくて口に触れた瞬間からずっとふわふわしていて、筋も全くありません。シャリもトロもこれだけふわふわだと海苔のパリパリさが際立ちます。実際に本当のメインは実は巻いてあるこちらの海苔だと大将が言うほどで、食感も香りも抜群です。海苔はお店をオープンする際に10種類以上のブランドの中からあまりの香りの良さに即決した青混ぜ海苔を使っているものだそうです。確かに口に入れる前から食べ終わるまでずっと香ばしくて心地よさのある青い香りが立ってきます。身近なもので例えてみると、お好み焼きとか焼きそばにかける青のりを大量に乗せると結構香り高くなると思います。それを癖がなくて上品かつ深みのある超高級な海苔にしたバージョンという感じです。今回お酒はいきなり手巻きから出てくると聞いて日本酒をお任せでいただくことにしました。なので今回は出てきたドリンクも簡単に紹介します。まずは庭のうぐいす春陽、福岡の地酒です。最近流行っているらしいアルコール度数が少し低いお酒です。ワインのような酸味と果実のような香りがあってすっきりとしているので食べ物に合わせやすいですね。ワインの酸味と酢飯の酸味がうまく調和されています。また強いお酒によくある後からぐっとつっかえるようなアルコールの感じは当然全くないので、後味はすっきりとしていてスッと消えて後に残りません。手巻きの次は白甘鯛のお刺身をいただきます。高級魚の甘鯛の中でもさらに甘みがあって脂が上品ということで最もお高いのが白甘鯛です。こちらは4日熟成したことでさらに甘みを何倍にも増幅させたものです。大将さんが開店前に確認したところ全体から脂が染み出ているのが目に見えたので今日はこれで行こうと決めたものだそうです。その日一番いいものを食べさせてくれようとする意気込みでお任せのコースが食べられるのは最高ですね。薬味は塩とわさびとすだちという爽やかな3種類でいただきます。食べてみるとすぐにじゅわっと油の旨味をどの部分からも感じられるので、確かに身に油がたっぷり回ってる感覚がはっきりとわかります。また食べた後の甘みの余韻が普通よりも圧倒的に長かったです。続いてはイカの塩辛です。こちらは柚子を軽くかけた後になんと熱く熱した鉄の棒でかき混ぜることで火入れをしています。この一手間がこのお店のこだわりポイントだそうで、確かに他のお店では見たことがありません。それによって肝の臭みをなくすことに意味があるそうで、どんなに良質で新鮮なものでも確かに肝は生だと臭みを感じてしまいます。またこれをすることで粘度がさらに増しているような気がしました。なので旨味がまとわりつくような食感がたまらないです。また通常はしっとりとした食感を出すために2日から3日間寝かせるところ、こちらのお店では1日目のものをあえて提供しているのだそうです。
。その理由は肝がフレッシュな状態であることと、コリコリとした食感が残った状態で食べられるためです。確かにこれぐらいの弾力が残っていた方が少量のつまみとしては食べ応えがあっていいですね。続いては銚子の黒むつの握りです。当然油がたっぷり乗っていますが、溶けてなくなるという食感ではなく、身の表面はムチムチとしていて弾力があり、噛み進めるとふんわりとした柔らかい身がほろりと届けるような食感です。この幸せな食感を堪能している間に、とろける油とともに上品な旨味が後から口いっぱいに感じることができます。こちらも大将が身を触った瞬間に油がにじみ出る感覚があったらしく、その日握る一発目はこの黒むつに決めたそうです。次の握りは新イカです。高級寿司を食べ歩いているわけでなければ、なかなか聞かない名前かもしれませんが、新イカとはいわゆるスミイカの赤ちゃんのことです。夏から9月頭の限られた時期にしか出ないネタなので、かなりの高価格で取引されるネタです。9月中旬にはこれよりもう一回り大きくなり、もう1ヶ月経つだけで普通のサイズのイカになってしまいます。当然、新イカは1杯分が小さく、取れる身自体も少ないことから希少で、1杯でちょうど1貫分となります。味わいとしては表面だけプチップチッとした弾けるような弾力があって、全体的にはサクッと切れる歯切れの良さが特徴的です。とても食べやすくてシャリとも混ざり合いやすいので、寿司好きには人気のネタですね。サクッとしていて寝かせているわけではないのに、甘みもしっかりあるのがいいですね。そんな握りに合わせるのは熊本県の地酒うぶすなです。裏で栓を開けるときシャンパンでも抜いたのかというぐらいポンと大きな音がしました。微発泡の日本酒は炭酸ガスを加えているわけではなく、酵母による発酵が進んでいる証拠です。口に含んだ瞬間にシュワッと微発泡があって、生きた酵母の旨味とフレッシュな酸が深みのある味わいを出しています。こちらの日本酒は最近登場したブランドなのですが、出だしから大人気で一気に入荷しづらくなっているみたいです。次は千葉のカマスを焼いていただきます。見るだけで皮目のパリッとした香ばしさと油が溢れ出るジューシーさは伝わるかと思います。ですが決してくどいような脂っこさはなく、サラサラで上品な旨味が口の中に広がります。手前の大根おろしとともにいただくとさらにさっぱりとした食感に変わります。次はハモのしゃぶしゃぶです。まずは大将さんが自ら目の前で骨切りしているところが見えます。1匹で3万本ぐらい骨があるハモの身を皮1枚残る感じに仕上げます。この技術が間近で見られるのはカウンター席の醍醐味ですね。大将曰く時間をかけて鍛錬することが上達への近道らしく、修行時代には余った端っこの部分の身をもらって隙を見て練習に励んだそうです。隙間から向こう側が透き通って見えるかのように美しい身に仕上がっていますね。その骨切りのおかげかハモの身は想像以上に歯切れが良く、それでいて噛み応えも残っています。当然骨が邪魔するような感覚はありません。またスープはカツオだしをベースにハモの骨を干してゆっくり炙ったものでも出汁を取っていて、そこにさらにハモの卵も入れています。ハモの卵があることで一気にハモらしい旨味が強くなります。味変用に自家製のだしポン酢につけることもできます。ですが正直ハモの旨味が強すぎてポン酢がなくても飲み応え抜群のスープになっています。しかもこちらのスープはおかわり自由だそうで太っ腹なサービスです。しかしこれからまだまだ出てくるのであまり調子には乗らないでおきましょう。次は新イカのゲソ、少し休憩の一品です。こちらは先ほどの新イカのゲソの部分を塩焼きにしたものです。先ほどの新イカの身と同じく表面だけプリップリで芯はサクッサクに柔らかいです。そしてお祭りの屋台で漂うような焼いたイカのどこか懐かしさを感じるような香ばしさがあります。この懐かしい香りが好きな人って結構いるんじゃないでしょうか。またこちらはあくまでおまけだそうですが、もともとはまかないで食べていたものをあまりにも美味しすぎてメニューの中に入れてちゃんと提供するようになったみたいです。あくまでおまけだからしょぼいなんて思わないでねと何度も念を押されていましたが、おまけといってさらっとこのクオリティの料理が出てくるのはすごいです。次はキスの握り。こちらは塩締めして余計な水分を抜いています。キスは淡白なので昆布締めをするのをよく見ますが、昆布締めと違ってねっとりとした食感はなくプリップリの食感が保たれています。またキスは素材自体のポテンシャルがめちゃくちゃ高いそうで、昆布締めしてないのに昆布のような磯の香りが身の中からふわっと感じられます。このキス本来の旨味を楽しめるように塩締めにしているみたいです。ここからはマグロの握りが続きます。まず最初は赤身の部分で最も柔らかいと言われているテンパネです。テンパネというのは胴体の中心部の赤身のことで、マグロを柵取りする前のブロックでいうと三角形の断面で見た時の一番上の三角部分の赤身になります。大将さんがマグロの中でも一番寿司に合うと思っている部位だそうです。確かに柔らかくてシャリと混ざり合いやすいので、握りにするならこの部位はいいですね。実は包丁を全く入れていないのにまるで包丁が入っているかのような切れ目があって、自重だけでほ
ほどけていきそうなほど柔らかいです。夏マグロも終わり、秋の脂がしっかりと乗っているマグロになってきて、爽やかで鮮烈な酸味という感じから濃厚でまろやかな酸という感じに味わいも変わってきています。そんなマグロに合わせるのがこちらの日本酒です。こちらはすっきりとした味わいが特徴的な締め張り鶴です。これがマグロを食べる前と後で味わいが180度変わる面白さがあります。食べる前はうま口で吟醸画を感じる一方、食べた後ではすっきりと切れる辛口に変化します。スパッと切れるような味わいで口の中の油をリセットして次の握りを楽しめますね。次はトロ。こちらは限りなく大トロに近い部分の中トロだそうです。こちらは先ほどと打って変わって包丁を細かく入れてあります。なので筋が立たれていて歯に残るような筋っぽさが全くなく、柔らかくて歯切れのいい食感です。ですが大トロのように溶けてなくなるような感じではなく、若干の身の弾力を感じる程度の食感はあり、溢れる油の旨味を噛めば噛むほど感じるような味わいです。続いては先ほどのトロを作漬けにしたものをいただきます。トロを食べ比べできるのは贅沢ですね。上には福井名物の地がらしが乗っています。ちなみに作漬けというのは、柵という四角いブロック状態のマグロをそのまま塊ごと外側だけ火入れした上で漬けたものです。外側の醤油のコクと火入れでキュッと締まったトロの身や生の部分の脂、マグロの酸、シャリの酸と塩味、地がらしの辛みが混ざり合って全てが複雑に連鎖反応を起こし合いながらさらに旨味を増していくような感覚です。部位は先ほどと同様でも仕込みによってこれだけ複雑さをもたらすことができると実感できますね。次はマグロ4種類食べ比べの最終章、お待ちかねの大トロです。旨味が濃厚な大量の油をシンプルに味わえます。そこで重要になってくるのがシャリの温度だそうで、油が溶けて旨味に変わります。なのでシャリは少し温度高めで湯気が出るぐらいで握るのにこだわっているそうです。それによって油を溶かして口の中で旨味をより多く感じられるそうです。確かに先ほどより瞬時に油の旨味を感じて、そこからさらに油が溶け出して溶けながらほどけるようにシャリと混ざり合っていきます。これは至福の味わいですね。次に銚子のイワシをいただきます。本日最初の光り物ですね。薬味は定番のネギ生姜です。ネギはすりつぶすとニンニクと同じアリシンという成分が出てきて、まるで本物のニンニクをすりおろしたかのような味に変化してパンチのある薬味になります。じゃあニンニクでいいじゃんと思った人もいるかもしれませんが、ニンニクだと辛みやえぐみが強すぎる一方、ネギ生姜だと程よいパンチに爽やかさがあっていいです。またイワシは酸化するのが早いので、握る直前に目の前で皮を剥いて包丁を入れます。確かに色鮮やかで綺麗なピンク色の身が切れ目から垣間見えますよね。青魚の臭みは全くなく、爽やかな旨味だけが口の中いっぱいに広がります。大トロの時とは違って逆にシャリをあえて冷ますことで青魚の嫌な臭みが出てこないようになっているそうです。次は石垣貝。こちらは絶滅危惧種ですが、岩手県が養殖で復活させたものです。稀に天然物も市場に並ぶことがあるそうですが、天然の石垣貝は幻の貝と言われていて、まだ私は一回も出会えていません。こちらは食べてみると超肉厚で甘い味わいとサクサクとした歯切れよく心地いい食感です。またこちらに関しても当然のように臭みやぬめりが全くありません。鮮度が良く下処理を丁寧にしている証拠ですね。続いては毛ガニの茶碗蒸しです。こちらは毛ガニの身とそのカニ味噌となんとシャリを混ぜた茶碗蒸しです。シャリを入れるのは見たことがないですし、一見邪道ですが、よく考えれば構成要素はカニ雑炊そのものです。あえてスプーンでごちゃ混ぜにしていただきます。カニの濃厚な旨味をとろみのあるあんがシャリと一緒に包み込むように味わえます。この茶碗蒸しは季節ごとに内容が変わるのもあって、常連さんが楽しみにしている名物のようです。次の日本酒はヒロキ。先ほどのすっきり辛口の日本酒とは変わって飛び抜けた特徴はなくてバランスのいい日本酒です。程よいキレと甘みも旨みも感じます。コースの終盤でこのようなバランスがいい日本酒が出てくることで味覚をきれいにまとめてくれますね。お次は車エビ。さっきまで生きていた車エビを茹でています。直前まで生きていたものを茹でるのには理由があって、エビ味噌が崩れ落ちずに身にくっついたまま仕上げることができるそうです。また茹でたてで提供するのではなく、人肌になるまであえて冷ましておいておくことで甘みを感じやすい温度まで落ち着かせて握るそうです。エビ味噌のついた部分からかぶりつくと、最初にエビ味噌の濃厚な旨味とコクを感じて、その後からエビの甘みが押し寄せてくるような味わいです。超肉厚でプリップリで食べ応えのある身は甘い余韻と相まってしばらく忘れることができないですね。次は北海道礼文島のバフンウニです。
こちらはピュアな甘さですね。食べた瞬間から鮮烈な旨味と甘みが一気に来るような味わいですが、身の量の多さとは反比例して、スッと甘い余韻だけ残してなくなるような感じです。また冒頭の手巻きでも紹介した海苔がパリパリとしていて香ばしさと磯の香りのいいアクセントになっています。臭みや苦みが全くなく完璧なものですが、このクオリティのウニをこれだけの量を乗せてくれるのは原価的にもすごいですね。たまにコメント欄でこれは動画を撮っているから特別に大盛りにしてもらっているに違いないと邪推する方もいるのですが、他の人もみんな平等でこの量を盛られています。次は長崎県対馬の穴子です。半分は柚子と塩で、もう半分は爪でいただきます。こちらは柔らかさを出すために 200g 以上の大きい穴子しか使わないことがこだわりポイントだそうです。そして新鮮な穴子を締めてから強火で10分ほど一気に加熱して蒸し上げています。確かに肉厚でふわふわとした食感に穴子の脂の旨味が凝縮されています。爪は甘さ控えめで穴子本来の旨味を邪魔せずはっきりと味わえるようになっています。ここから終盤に差し掛かって巻き物が出てきます。まずはかんぴょう巻き。こちらは甘さはほんのりと感じる程度の味付けですが、しっかりと甘辛い味がかんぴょうに染みていて食べ応えがあります。ですが食感は硬すぎずゴリゴリとしていなくて、逆にブヨブヨに柔らかすぎるということもなく、程よい弾力がありつつ歯切れがいいです。それに続くのがこちらのかっぱ巻き。見た目の時点でスーパーとかで見る一般的なものとは全くの別物ですが、これは見た目だけの違いではなく、食感が全く違って食べ応えのあるかっぱ巻きです。その秘密は切り方にあって、きゅうりは中心部分に水分が多いので、シャキシャキの食感の良さを出すために、外側の皮付近のところだけを切り取って使用しています。また、シャリは少なめできゅうりが多めなので、みずみずしさと青い香りもあって爽やかです。最後は旨味とかの味覚というよりも、シャキシャキとした食感メインでさっぱりと締めるのもいいですね。締めのお椀はしじみで出汁を取った赤だしです。深みのある味わいですね。ほっと一息、これまでの油やアルコールをゆっくりと流し込んでいくような感じです。この赤だしを飲むか飲まないかで、次の日の胃の調子が全然違うんじゃないでしょうか。最後は玉。これはほとんどスイーツですね。表面が薄くキャラメリーゼされていて、甘みもしっかりあります。味わいとしてはプリンとクリームブリュレの間ぐらいで、女子受けの良さそうなデザートです。また食感はチーズケーキとプリンの間ぐらいで、はっきりとした形状をしていますが、プルプル滑らかでしっとりとしています。以上が寿司藤正さんで食べた全メニューでした。全部で約23品出てきて22,000円です。1回のお食事と考えたらお高く感じる方もいるかと思いますが、1品あたり1000円弱でこれだけの高級食材が惜しみなく出てくることや、最近の東京の高級寿司は3万円どころか5万円に近いコースがあることを考えたら、むしろリーズナブルではないでしょうか。大将さんも気さくな方で、綺麗で洗練された内装でありつつも、厳格な雰囲気というわけではないです。なので、高級寿司や江戸前寿司デビューの方でも安心していけそうなのもいいですね。寿司好きの方も初心者の方も、こちらが予約困難点になってしまう前に、ぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。行ってみたいな、美味しそうだなと思ったら高評価をお願いします。今後も今回のような動画が見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方は、よかったらチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録済みの方は、拡散して応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた。